まずこの豪雨の山だけどもデービルが来てるんだよね。そして台の位置にはクイーンのカップ。あの人の心の中にあなたはいますかっていうことなんだけど、今は別れたふりをしているだけかもしれないね。ひょっとすればあなたを心の中から追い出すことがご自身にとって前向きなこと、霊的向上を図ることと感じていらっしゃるのかな。でもね、心の中から追い出してるって言ったけど、顕在意識の頭の中から追い出してるだけだね。このタイの山郷には女教皇がいる。でこのクイーンのカップと並んでるんだけど、その先ジャッジメントだけどね。ジャッジメントデビル、結構大きいであるかなできてて、でこのね2つはねやっぱりあなたの力をすごく感じるね。でタイの山のねトップに5のペンタクルスが来てる。見失ってしまった価値、自分たちが手にしていたもの、とっても近くに大切なものがあるんだけど見失ってしまったよって、そのことに気づいてるようにも見える。だからあなたに意識をすごく取られてる。あなたの存在をとても感じてるよっていうねメッセージが降りてくる。真ん中のこの8のワンズっていうのは何なんだろう。急展開、今ちょっと離れ離れになってるけどちょっと変わるよっていう、わからないよ。離れた方がこのままね別々の道を歩いた方がいいって思ってるかもしれないけど、ちょっとなんか展開があるかもしれないね。でトップのページのカップだけどやっぱりねこのデビルのエネジーにすごくね気を取られてるっていうのが出てるんだよね。だからこの方の本心、とってもピュアな部分でやっぱりあなたとの関係性にすごく惹かれてるんじゃないかな。なんだろうね。だからあなたを遠ざけた理由、あなたとの関係性を解消することがこの方は自分の前進につながるって思ってるけど、本当はね、本当にこの方が前進、あるいは霊的向上するためにはあなたとのカルマの中にその秘訣があるとメッセージが降りてくるね。前世の彼は知ってる。あなたも知ってるんじゃないかな。だけど根性の彼は気づかずじまい。今ちょっとなんとなく分かり始めてる段階かもしれない。ただ惹かれてんだよね。なんかモヤモヤするよってメッセージが来る。あなたとの関係性の中で露呈する彼の弱点、それを彼自身が認めることこそがね、
カルマ燃焼、陰性のパワーを消化する鍵だよって。それが彼の魂が求めている成長なんだよって、ね、無邪気なページのカップから、メッセージ来るよ。大きなトライアングルの対にはテンペランス。なんか我慢してるんだろうね。しかし陰と陽の両極の要素を自分の中で調合してね、バランスを取ろうっていう、試みをしてるっていうメッセージも来る。だから大きくちょっと動くかもしれないよね。あなたの気持ちが結構この方の本当に優しい部分に到達してる。孤独、孤立、苦痛。デビルにかかってるんだけれども、このページのカップはとても心配してるよね。あなたをないがしろにしていることか、あるいはあなたとの関係性で露呈してしまうこの方の見たくない自分自身の弱さ。それがとても苦痛だよって。だけれどもとっても何か気にしてるっていう、降りてくるね。ジャッジメントもかかってんだよね、大アルカナの真ん中も8のワンズでしょう。なんかこう変わり目っていうのが来てる。で変わり目っていうことで言うとちょっと隣がパラノイアがね来ちゃってるんだよね。このテンペランス、節制しなさいっていうカードになんかとどまってるかもしれないね。このキリキリのところであなたの思いがとても強いんだよね。女性の念っていうのがね、この4のカップスもそうなんだけど、ちょっとそのね、あなたのことがそのお相手さんの心の中にいるかと探らなくちゃいけないような状況なんだけど、やっぱりあなたもとてもねやっぱ気になってると思うんだよね。でこの方のその一番優しい部分、ピュアな部分にあなたの思いっていうのは到達してる、届いてる。でお相手さんはとても心配してる。だから心の中にあなたがいるかっていうことで言えば思いっきりいる。とってもね強く出過ぎてるぐらいかもしれない。このままあなた一人にしてちゃ本当にあなたどうかなっちゃうんじゃないかって心配してるかもしれない。なんていうかな、頭で忘れようとしてもあなたとのカルマは彼の中で種火のようにその熱を保ち続ける。ちょっとなんかね、展開が待ってるっていうのがあるから、だからあんまりパラノイアなんかになっちゃダメでしょ。やっぱストーカーみたいな感じになっちゃうとあれだけど、あなたのことをねとても心配してるっていうのがあるから、多分ね本当に気が狂いそうになってるかもしれない。今気持ちがこの方に対するね。
あなた自身もこの方の呼びかけ、になんか変に反応しちゃったりとか、深読みしちゃったりとか、疑っちゃったりとかね、せずに素直にね聞き入れると、多分ちょっと好転していくんじゃないかな。せっかくねページのカップがねトップに来てるから、このページのカップがあなたに送るアドバイスっていうのをしっかりキャッチすることが、このクイーンのカップ、あなた思い焦がれてると思うんだけど、ちょっと内巻きだけどね、この思いっていうのが、いい方向に行くんじゃないかな。まあこのね孤立とかさ孤独から考えると、こんな風にね魂がけばだっちゃうのもしょうがないかもしれない。でお相手さんも多分分かってると思うよ。もうちょっと我慢してくれって言ってるのかもしれない。まあエイト・オブ・ワンズのね、好転する兆しっていうのが見えます。ちょっと信じてあげてもいいんじゃないかな。哲学的なね働きかけがある、なんか、精神的な部分、こう意識道理とか、なんかそこら辺の辻褄が合ってくる。あるいは占星術、ここにあるねワンドの8だけど、月の暦とかね星の動きとか、あなたが持ってる宿命みたいなもの、あなた自身でどうにかする、どうにかできるねこう機運ではないと思うんだけど、そういうものがね働くんじゃないかな。やや陰性のパワーがねちょっと、極まるのかもしれない。このお相手さんもあなたを遠ざけた理由っていうのが、結局、自分のためなんだよね。あなたを遠ざけることが自分にとってプラスになるんじゃないかっていうことで遠ざけたわけだけど、でその中であなたがその構築してきた意識っていうものが結構やっぱり理路整然としてくるんじゃないかな。ここではパラノイアとかって出てるけど、とてもね哲学的な、エネジーに、満ちてる。こうテンプランスでさちゃんとこう節制して自分でコントロールしてね、だからお相手さんがやっぱりおぼこい部分はあるんだろうね。あなたのことをやっぱりとてもその無邪気にね心配してる。その心配の仕方も本当にとてもおぼこい心配の仕方かもしれない。あなたの苦しみとか悲しみっていうのをこの方は細かいねディテールまではその捉えることはできないのかもしれないね。そこはあなたが強くならなきゃいけないかもしれない。そうすればこの方のそのピュアな部分だけって、そのピュアな部分を、得ることができるんじゃないかな。やっぱりね、この女性の想念っていうものをすごく強く感じる。だからその中であぶり上がってしまう男のなんていうかな、こう純朴さっていうか朴突さみたいなもの、とってもなんか可愛く見えてしまうぐらいのなんかそういうスプレッドにも感じるよね。あまり過激に走らずに、自分の中で自分自身のさまざまなね思いがあると思うけど、それをコントロールすることでうまくね機運を捉えると自分にとってプラスになると。これはだけどね今後もね接点は、あるんじゃないかな。お相手さんの中にあなたの存在っていうのはとても強く、
うん、熱を持ってね、存在してるよ。あなたのね、心を奪った人、世界観を壊してあなたの、ハートを奪っていった人だよって出てる。業の山のね、ナインのペンタクルス。それに熱烈アプローチ。ナイトのワンズ。ただそれ以降がちょっと、足りないんだよね、ページのペンタクルスで。お相手さんの心にあなたがいるか以前に、あなたが、お相手さんの虜になってる。だからそのことをお相手さんも自覚してる。だからそういう意味では心の中にあなたがいる。しっかりと捉えてる。囲ってる。もともと箱入り娘のようなね、ちょっと世間知らずな囲われた場所にいたよっていう、メッセージがね降りてくるんだよ。でまた同じような、今度は魂の面で囲われてる箱入り娘のように、ひょっとすれば飼い殺しのような状態になってる。だからどうだろうな、一時はあなた以外の、別の恋人ないし愛人とか、あるいは恋愛以外のことに、お仕事とかね、自分の趣味とか、そういうことに意識がとらわれてたかもしれない。だからあなたをこの方の心の中にしっかりと捉えてるんだけど、ちょっとあなたのことを軽んじてたかもしれないね。このタイの山ではさ、ハンギングマン、もう全身全霊でなんか怪しい動きをしてるんだよね。セブン・オブ・ソーズで忍者のように影でコソコソ動いてるよって。ひょっとすればお隣のエイト・オブ・ソーズ、あなたを戦略することにもう躍起になってるのかもしれない。あなたは傷つき、信じること、愛することの卑劣な結末と思えるね、とも思えるボーダーラインすら超えて、霊的なグレードが上がっていくよと。そんな風にも降りてくるな。上にザ・サン、これは大アルカナなんだけど、無条件の喜び、子供も暗示してるよね。このページも非常にちょっと子供チックなんだけれども、ちょっと動きが取れない状態だけど、あなたの意識っていうのはとても高まるというメッセージも来る。でこの方とのご縁だけど、ホイール・オブ・フォーチュン、運命の輪が働いてるよ。
だからもともとなんかこういう方なのかもしれないよ。忍者みたいな方。愛の忍者。だから罪悪感があんまりないのかもしれない。この大きいトライアングルのタイでは天のワンズが来てる。この時ナイトのワンズで血気盛んだった人だけど、最終的には自分の背負い込んだ重荷に、結構大変な思いをするっていう未来が来てる。まあともかくね、あなたのことは話したくないんだよね。あなたが向き合ってほしいような向き合い方はなかなかしてくれないかもしれないけど、あなたのことをねよく理解してて、話さない人だね。まずこっちだけどね、やっぱりね結構情熱的な、出会い、関係性、愛引き、密会、とても難しい形の恋愛。ワンズのナイトとあなたの世界をね破壊してくれる出来事としてこのナインのペンタクルにかかってる。この方ハンギングマンだけど結構全身全霊で恋愛やってる人かもしれないね。恋愛もしくは愛引き、愛の駆け引きを全身全霊でやる方かもしれない。最終的にはちょっとだんだん疲れてくるっていうのが出てるんだけど、で一方こっちなんだけど、あなたにはメッセージしたいことがある。伝えなきゃいけないこと。これはお子さんにまつわることじゃないかな。とてもね動きが取れない状態で、このお相手さんと連絡が取れないのかもしれないね。だから何としてでも伝えなきゃいけないっていう降りてきます。お相手さんなんかこそこそ動いてんだよね、セブンのソースで。気持ちの面ではねいっぱいいっぱいになってるよ。あなたの思いっていうのはこの方はなかなか理解できないかもしれないけどね、この方の、色眼鏡をかけてね主観であなたを理解してるけれども、あなたの立ち位置に立って理解することがちょっと難しい人かもしれない。だから一旦離れてね、ある時街中のさ、なんかねちょっとした繁華街とか駅のホームとか、あるいは職場の食堂とかさ、学校のキャンパスかもしれないね。この方が別のことに夢中になっててさ、完全に意識の視野から消えていたあなたを彼がさ捉えた時、ハッとするんじゃないかな。そしてとても焦るの。直感で感ずらず、あなたの冷静の高まり、強まっている美徳だけどね、素直な気持ちであなたに謝罪と称賛の念を持てないかもしれない。もういつまでたっても忍者さんかもしれない。素直な気持ちであなたに接しられればね、本当に雑さにあなたのこの気持ちをね、あなたの中の高まりをね、素直な気持ちで取れれば本当に雑さに到達するんだろう。
だけどね、浅ましい気持ちにシフトしてしまうかもしれない。それこそさ、見惚れたあなたをさ、初めての女性をナンパするようなアプローチであなたにコンタクト取っちゃうかもしれないね。このセブンのソースのように。もうだけどその段階になったらね、あなたが舞い上がるとは思えないな。蝶のようにね。舞い上がるのは彼の方かもしれない。古い新聞記事のゴシップ欄のさ、紙切れのようにさ。この運命の輪が働いてて、やっぱり因縁のね、お相手さんなんだ。なんだよ。なかなかなんか素直にこの雑さをね、受け入れられない人かもしれない。それであなた困っちゃうね。シスターフッド・オブ・ザ・シルク・ロード、旅立つのかな。あるいはやっぱりもう随分距離が離れてるのかもしれないね。でそれで手紙を出さなきゃいけないような。でもともとやっぱりね、正攻法のさ間柄じゃないのよ。お互いにやっぱ難しい立ち位置で、関係性を持ってる。だけどやっぱり運命の力みたいなもの、宿命かもしれない。それが働いてるのかもしれないね。とてもなんかね、距離を感じるし、お相手さんの心の中にあなたはいる。ただあなたが捉えてほしいあなたがいない。あなたは旅立つかな。この呪縛にさ、エイトのソーズのこの呪縛をパーンと解き放って、あなたがあなたの良さっていうものを自由に表現できたら、このお相手さんをね、逆手に取れるはずなんだよね。だけどその段階までいったら、おそらく今度はあなたがこのお相手さんにもう、惚れることができなくなっちゃうと思うね。だから結局あなたがこう辛い状態で、囲われてる状態っていうのが結果この方と持てる接点なのかもしれない。だけどまあやっぱ旅立つ時じゃないかな。このお姉さんたち言ってるよ。私たちと一緒に行きましょうって。そうだな。その結界破りなさいって。因果な恋でしたねって。とても重い意味のある恋だった。だけどもう出発の時ですよって。いいですね。職場の関係かもしれないね。
まずね、この業の山だけど、あなたとの関係性で不本意な形、悔いが残る形で終わりを迎えてしまったよと。で、もともとこの5のワンズで、なんか空騒ぎのようなね、喧騒の中にいた。ひょっとすれば、お仕事なんじゃないかなって、もしくは何かしらのプロジェクト、一緒に活動していた一つの一時の季節ね、あなたと過ごしたと。その中で、あなたに対して何か後ろめたさがあるような、ことをしたじゃないかな。で、そのまま終わっちゃってんのよ。真ん中は戦車が来てるんだけど、互いが互いがむしゃらに進んだ。陰と陽、白と黒の馬、こうまっすぐ進んでるうちはいいんだけど、ちぐはぐにね、ちぐはぐな方向を行き始めちゃうと、やっぱりよろしくないんだよね。なんかね、そんなメッセージが来るかな。ハーミットは、この5のワンズ、ここに問題があるから、これを探索しろと。5のソーズから、デスまで来てるから、やっぱりあなたにひどいことをしたんだろうね。この5のワンズの中、この渦中で、今となってはこの方自身の黒歴史になってるかもしれない。あなたじゃなくて、あなたとの関係性で見せたね、お相手さんご自身の立ち振る舞いが、黒歴史になってんじゃないかな。あなたとのことをなかったことにしたいと思ってるかもしれない。なんかあたかもなかったことのようにして生きている。そしてこのトップのセブン・オブ・ペンタクルスは、あなたの経済面、そしてお仕事、物質的な、成熟、これからどうしようかなって、自分が今まで積み上げてきたものどうしようかなって悩んでる、いい悩みだよね。これからどうしようかなっていう、そういう、カードに思えるよね。これだけがなんか、ちょっと離れたとこにあるかなって。で、お相手さんの心の中にあなたがいるか、いる。だからちょっとそんな言われ方される筋合いないわって思うかもしれないけど、勝手に黒歴史にされちゃってるかもしれない。あなたっていうよりは、あなたとの関係、あなたとの関係性で見せちゃったこの方が望まない自分の在り方みたいなもの、それをとても恥じてるっていうメッセージが来る。だからすごいあなたのことをね、やっぱ考えちゃうんだろうね。頭の中では考えないようにしても、やっぱりすごく残ってる。で、最終的にはこのタワーが来てるから、ドーンとね、やっぱり、破滅するんじゃないかな。ハーミットはここの5のワンズ、そもそものあり方、関わり方、なんかやったのかもしれないね。卑怯なことをあなたに、仕掛けたのかもしれない。ここに問題があるよって。こういうことをやってしまうような意識みたいなもの。だからこのタワーは、やっぱお二人の関係性の終わりかもしれないし、
もしくはあなたからすれば望むところかもしれないよね。あなたの念が操作してるかもしれない。まあ念とは言ったけれども、あなたと織りなした根性の地でのラブストーリーがね、しっかりと彼の新たなカルマとして受肉されてる。だけどあなたの念ではもうすでにないんじゃないかな。とっても辛かったかもしれないけど、政府の法則が働いてね、あなたに働くだろう陰性の影響、カルマのエネルギーっていうのはほぼ今世に減少化されて、このタワーをねバーンってこうでかいもう負の大イベント、これを引き起こすのは、あなたの残像に苦しんでる彼自身が起こすこと。あなたの生き量は彼に受肉された。だけれども、もはや彼自身のカルマとしてね、そのカルマを原動力としてホログラムのようにあなたに対する罪と罰、黒歴史として再体験してるんだよって。だからやがてやっぱり持ち崩しちゃうんじゃないかな。エンペラーのカードも出ててさ、結構どっしりしてる人だと思う。でさらにナイトのペンタクルスもあるからね、表向きはとてもしっかりしてる人かもしれない。だからこそこの、ちょっとなんか姑息な態度っていうのはあなたに見られてしまった、あなたと共有してしまったことがやっぱなんか彼を責めるかもしれないね。ダールかな、多いんだよね。結構だから大事として現れてるかな。あなたのことをね尊敬してるっていう尊敬してると降りてくるよ。なんだろうね、あなたの方が、一緒の、立ち位置でこの方と存在してたかもしれないけど、あなたの方が気持ちの上でちょっと高かったかもしれないよね。だからこの方を手助けするような、差し伸べる手、あなたの寛大さ、ウェルカムだよ、おいでおいでって、ちょっと甘やかしたことによってちょっとはっちゃけたような、見せちゃいけないような態度をあなたに見られてしまった。そうかもしれない。終焉を迎えるぐらいだからとてもあなたも傷ついてるはずなんだけど、それでもねトップのセブン・オブ・ペンタクルスとても充実してるんだよね。こちらは尊敬とか忠誠心だね。ナイトのペンタクルにかかってるけど、あなたの部下とかかな。あなたのが立場が上かもしれない。そうね。だけどね、このねやっぱタワーが来るんだよね。仕事と恋愛をその兼ねてるような間柄で、もう恋人としては
終わるんだけど、職場で顔を突き合わせていかなきゃいけないようなシチュエーションかもしれないね。だから男と女としては終焉してるんだけど、やっぱり仕事から離れられないから、もう割り切ってがむしゃらに進むみたいな、そんな状況かもしれない。で、あなたの方がやっぱりちょっと尊敬される立場にあるかもしれないね。逆に辛いかもしれないね、これね。メディトリーナ、ワインの女神が来たね。報酬、成功、実り。これだけどどうなのかな。あなたがこれお相手さんクビにしちゃう。あなたクビよってでーんって。まあセブンのペンタクルはね、比較的まだ完成ではなくて、これからどうしようかなって、これ十分力がついてるし、まあ今までの努力が実ってる、これからどうしようかしらっていうような状態なんだよね。でこっちはもう成功、もう報酬、そしてとても良い立ち位置で、勝利の美酒だからね、ワイングラスをね掲げて、祝うっていうのが来てる。だから、お相手さんの心にあなたは、とても尊敬できる存在として今もいる。ただ結構人生におけるお互いにとって大きな、いい部分もあったと思うけど、負のイベントとしてやっぱり、その負のイベントを共有する存在だったんじゃないかな。なかなかその間柄で、なおかつね、例えば職場とかでもう面つき合わせてやっていかなきゃって結構きついと思うんだけど、なんか今回全てがクリアになるかもしれないね。それぐらいの喜びを感じます。で、あなたの存在っていうのはお相手さんにしっかり受肉されている。それ以上何か望むものがあるでしょうか。とても辛かったと思う。やっぱりデスとか来てるから。だけどとらわれないんじゃないかな。もうこれから自分の未来、より豊かになっていく、自分が思い描いていたことが形になっていく、未来に集中できるはずです。タワーに感謝だよね。